こんにちは、むすびです。今回の動画は前回の後半パートになります。京都の東寺で見たマンダラからインスパイアされたパッチワークのレーンを作っていきます。はい、今こういう感じで生地を切っていったので、どれがどれだかをちょっと説明していきます。今回このパッチワークブロックをお手本にして、作るので、生地を1つのブロックにつき3種類の生地を使って私も作ろうと思っています。で、生地の種類を A、B、C で分けてます。3種類なので。これだと、A の生地が、これが 6.5 センチが1枚、正方形1枚。まずこの真ん中のブロックから。これが、6.5 センチの1枚。で、次にここの部分が、これも 6.5 センチで同じだけど B のファブリック。B のファブリックで、これが2枚。この部分ですね。で、最後のこの一番大きい部分が、これも A のファブリックで 8.5 センチが2枚。正方形の 8.5 センチが2枚。こういう感じでなってます。で、次が、ここのピース。このピースが、真ん中 A のファブリックが4センチで4枚で、次ここの部分が B のファブリックが4センチで8枚で、最後のこの外枠のあれが C のファブリックで5センチで8枚。それで次に、この部分、このひし形のこのブロックですね。これがちょっとトリッキーなんですけど、まずこのひし形を囲うこの台形ブロックですね。これはパターンね。台形のパターンが、横が7センチ、縦 4.5 センチで1センチ上げて、で台形でこれを切ってもらって、これをフロントとバックっていう感じで使います。はい、今この、台形の、型を切るときは、この台形の、パターンはフロントとバックっていう風にして使うので、まずフロント側でこういう感じで、フロント側とバック側の台形それぞれ8枚ずつ、台形を切っていきます。それで次に、バック側を使って同じようにこういう風にして切っていって、台形が全部で16枚できるっていうことですね。はい、で次にこのひし形、このひし形は、C のファブリックで4枚必要なんですけど、これも、パターンを、作るパターンっていうか、これは、横が14センチ7センチの、長方形の紙なんですけど、これを、こう十字真ん中中心をこう取って十字にして、こう対角線上にこうつなげて、このひし形を作るっていう感じで、こういう風にして作っちゃうと、生地の上にこう乗せていただければいいのでいいかなと思います。これが、4枚必要になります。この真ん中以外の生地、この真ん中以外の生地の、正方形は全部半分に切るので、この A のこの1枚のやつと A の4枚のやつ、これだけ除いて、あとの、正方形は全部斜めに切って三角形にしていきます。はい、こういう感じで、今全部三角形に切り終えました。この、1枚と4枚のやつ、これ以外の、正方形を半分にして、こういう三角形にして、これが最終的なカットなので、これから、組み合わせてこれを縫っていきます。で、縫う時に、例えばこれからやっていこうか。
まずこの真ん中のブロックから作っていこうと思います。でこれが真ん中ね、この真ん中なんですけど、でこれ縫う時に縫い代を開けて縫うんですね。この4辺を全部三角これつけて縫っていくので、なので最初にこの中央の真ん中の部分、真ん中のこの1枚に多分ね、縫い代のマークをつけた方が縫いやすいと思います。この端から端までね縫えるっていうんだったらマークつけなくてもいいんだけど、縫い代を開けて縫い始めて、縫い終わりも縫い代を開けないといけないんで、ここがねちょっと縫い代がくるってきちゃうと最終的にこうやって全部パッチワーク組み合わせる時にこの人ねすっごく上手なんですけど、こうやって全部角がピシッとこう角が出てるじゃないですか。こうやって角がピシッピシッピシッって全部角が全部角がピシッピシッって全部角が出てて素晴らしい仕事なんですけど、すごいねこれ全部角がちゃんと出てて、こうやって全部角を出すためには全部のピースが縫い代が均等になってないとちょっと難しいので、なので縫い代を均等にすることと、あとできるだけこのピース自体をね全部切る時に大きさが均等になるように切るっていうのが重要だと思うんですけど、そうなので最初のピースは縫い代のねマークをつけた方が正確になりやすいっていうか縫いやすいかなと思うので、ちょっと時間がかかってしまうけど、その方が最終的に組み合わせる時に多分ね楽だと思うんですよ。なのでこの定規、これ湯沢屋のなんだけど、これちょうど7ミリのとこに線がついてて、こういう感じでこう7ミリのとこに線を入れて、こういう感じでここからここまで縫うっていう印を全部ビーって引いちゃってもいいんだけど、私はこの角っこだけとりあえず印があればいいかなと思うので、ここからここまで縫うっていう印がわかるようにして書いておくと縫いやすいかなと思います。でこう三角これ合わせてこっからここまで縫う。はい、今ここの部分を縫ってこのさっきつけた印ここからここまでを、縫いました。でこういう感じでこれを、全部4辺ともやっていきます。次今度こっちつけて2つ目こういう感じ、3枚目この、三角のてっぺんとこの正方形の中心が三角のてっぺんに、なるようにして縫います。でこの部分ちょっとこう折ってこういう風にして縫い代をこの先につけたこれを挟んで縫っちゃわないように巻き込まないようにして
印から印まで縫っていきます。こういう風に縫っていきます。で、次こっち。はい、これで今、4つっていうか4辺三角形を、縫い終えました。これで一回ここに、アイロンをね、かけて、はい、今こういう感じでアイロンかけました。そしたら次は、これは 8.5 センチの正方形を半分にした三角形ですね。で、今度これをまた一番最初やったの時と同じように、4辺にくっつけていきます。で、これも、できれば縫い代の後、これと同じように、縫い代の印をこの後ろにした方が、ぴったりできるかなと思います。これで、もう一回アイロンをかけていきます。はい、これで今1回目の1個目の、ブロック、この真ん中の一番大きいところがこれで完成しました。それで、次にこの4つ、この4ブロック、これも今と全く同じ作り方で、作ります。ちょっと色の配置がね、違うんですけど、こっちは2色に対して、このちっちゃい方は3色使ってやります。で、作り方全く一緒で、最初のこの正方形、これにまた印をつけて、この三角形を4辺につけてって、つけ終わったらこの C のカラー、これを、4辺またつけていくっていう感じで、同じようにして作ります。こんな感じで印をつけました。これにこっちの方がね、ちょっとサイズがちっちゃいから、縫うのね、難しいかもしれないですけど、同じように縫っていきます。はい、こういう感じ。今これが4つ出来上がりました。で、ここの4つができたので、今からこのひし形、この部分を作っていきます。はい、これも、同じように後ろに印をつけて、はい、今印をつけました。これがこう下に来て、これも下で、これがこっちかで、こういう感じでつくので、対角線上のピース同士が、同じだから、そうだから、とにかく組み合わせる、場所を間違えないようにしてつけます。中表で、やっていくので、こういう風にして間違えないように
中表にして、またここからここまで縫っていきます。今アイロンをかけました。こういう感じで、これをまた4つ作ります。1、2、3、4。じゃじゃーん。今、ひし形のパーツも4枚出来上がりました。それで今から、1枚に組み合わせていきます。はい。これが真ん中になるんですけど、こういう感じの並びになりますね。ひし形が縦で、こういう風になります。なので、私はこう横をまず縫っていきます。こういう風に分けて縫っていこうと思います。縦でもいいけどね。縦を最初に作って、縦でこう分けてもいいし、横で分けてもいいし、まずはここから縫っていきます。パーツ同士を組み合わせるときは、縫い代を開けることないく、最初から最後まで縫っちゃって大丈夫です。はい、今3列、縫い終わりました。で、こっから、この3つをまたつなげていくんですけど、今これ全部ね、後ろアイロン掛けがもうしてあって、縫い代は割らないで一方向に倒しています。で、1段目をこう内側に倒したら、次の段は外側に縫い代を倒して、交互になるように、外側に倒したら次のやつは内側に縫い代を倒すっていう具合にしていくと、こういう感じで縫い代がこう重なっちゃうと、ここだけポコってなりすぎちゃうので、こういう風になるように縫い代が、縫っていきます。じゃーん、1ピース完成しました。かわいい。わーい。でもやっぱすごいね、難しくて、こっち方がね、合わないですね。なんでだろう。こことかも角がダメだな。難しい。この方、本当にね、すごい、すごいな。すごい。かわいい。ちょっと見本のやつよりも一回り、ちょっと大きいのかな。同じかな。かわいい。こういう感じで、このブロックを、6、7、8、9、9枚作ろうとしています。
それで1枚にしようかなと思ってるんで、9枚とも私は色を変えようかなと思ってるんですけど、同じ色で作ってもいいし、色ところどころ変えてもいいと思います。で、私最初はこれでキルトを作るって言ってたと思うんですけど、キルトじゃなくてね、のれんを作りたいので、中の処理はしないで、窓際に飾るっていうスタイルでいきたいと思うので、キルトじゃなくてのれんを作っています。こんにちは。じゃん。やっと9枚できました。これ、これでしょ、これでしょ。いう感じ。これで9枚できたんで、これから間をつなげるラティスを作っていきたいと思います。こういうなんかね、これ多分クリスマスの天使ちゃんの柄のあれなんですけど、ちょっと気に入ったのでこれにしたいと思ってます。これで、ちょっと足りるかわかんないんだけど、これでとりあえず格子柄を、はい、今この短冊型のラティス、これを6枚切りました。この最終的に出来上がった、パッチワークブロックの、長さを見て、私のやつは、だいたい24センチぐらいなんですね。なんで、24センチから、24センチだから、ちょっと5ミリぐらい大きくして、私は、24.5センチぐらいの長さで切りました。24.5センチかける、5.5センチか。5.5センチの、短冊を、6枚作りました。それで、まず、このこの間に、こう入れていって、ここを縫っていって、で、この3枚のブロックをこうやってつなぎ合わせたら、今度は、この長さの、ラティスを作って、縫うっていう感じにしていこうと思います。天使がかわいい。星もついてて、こういう感じで、今3枚のブロックを、つなぎ合わせて、これを、3枚作りました。1枚、2枚、3枚。なので、今から、これを、この横の長さを測って、この長さの、短冊、ラティスを切って、この3枚をつなぎ合わせていきます。この横のラティスを、短冊1枚にしようかなと思ってたんですけど、やっぱりこの横のラティスの間に、こういうのを入れようということにしました。なので、こうするとなんかより、ちょっとカゴの目っぽくなるような気がして、全体を組み合わせたときに。これで、こういう感じにしようと思っています。なので、この正方形は、
この短冊の幅が 5.5 センチなんですけど、この5.5 センチぐらいの出来幅に作るには、7.5 センチの正方形、7.5 センチの正方形をこう十字に切って、組み合わせるとこういう感じになります。これで、つなぎ合わせて、1本の短冊にして、こっちの3ブロックのピースとつなぎ合わせるっていう感じにしていきます。これで、ほとんど、もう一番てっぺん以外は全部ラティスをつけ終わりました。それで、まだ端を処理してないので、これから、端を縫っていって、全部1、2、3辺、端を処理したら、今度上に、のれんとしてつける部分、上の部分を作っていきます。はい、今、全部端を縫い終わりました。かわいい、ここの部分が。この、こういうのれんに引っ掛ける部分を、こうなってるところ、ここを、今から作っていきます。はい、今こういう感じです。上の、この部分が、のれんになるので、ここでこう輪っかにして、ここに棒を通す部分なんですけど、ちょっとここの生地が、もうこの天使ちゃんの生地がなくて足りなかったので、こういう感じにしてつけました。で、これをあと、こういう風に輪っかにしてこう縫っていけば完成です。はい、完成しました。大体の大きさが80センチの正方形サイズになっています。ラティスの幅がもう1センチずつぐらいあったらよかったかなと思うのですが、使いたかった布の尺に合わせて作ったので、想定してたよりも若干小さめに出来上がりました。今回は、5月の京都の冬至で金剛界曼荼羅を見た時にインスパイアされたものをパッチワークののれんとして作ってみました。やっと形になったので嬉しいです。長い動画でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました。これは、最近作った夏服です。よかったらインスタもチェックしていただけたら嬉しいです。また次回の動画もよろしくお願いします。良い夏を。さよなら。